盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。今回のテーマは五葉松の畑の根回しです。かなり大きい五葉松なんですけども、この子の歴史ちょっとご説明するとしますと、僕4代目と言ってるんですが、僕のひいおじいさん初代が90年ぐらい前に植えた五葉松です。本当にもう苗ぐらいの時から育てて90年ちゃんと管理するとこうなるという、もう4代にわたってずっとここにおります。商売しょる割にもう90年もここでずっと育て続けていつ売るんやっちゅう話なんですけど、この子結構枝ちゃんとね手入れして綺麗な子なんですが、で根回し今からするんですけども、今日が10月の初旬です。で何回か根回しいい時期って言ったんですが、僕の中で今の経験上一番いいのが3月頃に根回しして、2年ぐらい置いといて2年ぐらい置いといての5月中旬か後半下旬ぐらいに鉢上げるのが一番安全かなと思ってるんですが、で今日は10月なんですけども、急いで上げる場合ちょっと確率怖いんですけども、そんなに怖い言うても99か 95% ぐらいの話なんですが、10月にこれ根回しして翌5月やっぱり中旬下旬に鉢上げると、それにしてもその10月根回しで5月鉢上げ言うんでも、その手前の今日根回しする前ちゃんと5年ぐらい定期的に根回しちゃんとできてる子がそれだったら大丈夫だろうと。だからこの子はできてるんです。結構しょっちゅう根回ししてます。5年に1回ぐらいできてます。だから根はそんなに悪くないとは思います。だからそうですね、根回し全然してない子なんかはやっぱり3月ぐらいに根回ししてちょっと2年ぐらい置いて、その手前で10月にまた根回ししての5月みたいなんでもええと思うんですけど、だからこんだけ時期の話長々としたんですが、言うたらその作業そのもの自体よりかはどれぐらいの間隔でいつ頃根回ししていつ頃上げるかいう方が大事なんですよね。で時期が大事と言うたんですけど、一応どうやってやったらいいかっていうのが今からちょっと実践していきます。で早速やります。でこういう植木屋さん用のスコップで根回しする時まずは幹を見ます。で幹から離れすぎても次鉢に上げた時に鉢に入らないようになるんで、とはいえ近づきすぎたら枯れる率が上がります。だから程よい距離、ほんまは幹に近ければ近い鉢が小さい方がええんですけども、無理はせんように、とにかく畑から上げて鉢に何年か生きてさえおれば結構もうそこから根触っても枯れにくくなるんで、まずはこの畑から上げる時はもうかなり細心の注意を払うと、そういう気持ちで作業をしていきます。で大体ねこの辺を根回し鋭いんで、ちょっとこう線をねスコップで大体書いて、この辺というほんでいろいろやり方皆さんあると思うんですけど、最初ちょっとこの線通りについていきます。今僕だけちょっと感覚として根が切れてるの分かってるんですけども、中くらいの根が今もちょっとありましたけど、バリバリと言いながらスコップで切れていってます。よし、な根だったらこのスコップで結構切れますね。だからそうですね、スコップの先はちょっと刃物みたいな感じに研いでやっとってもええかもわからんですね。
あんまり研ぎすぎたらスコップの寿命がすごく短くなるんで、ほどほどに。よいしょ。まあ今ほんでこのスコップの長さ分これぐらいだけは切れました。軽めの根回しでいいわみたいな時はこれでも OK なんですけども、徹底的な根回しする場合はもう一ついきます。で今切ったとこちょっと泥を取ってさらに深く切れるように余分な泥を取っていきます。これが本当に大変このスコップを使うと本当にすぐ疲れますなかなかこれ今大体でやったんですけど、明らかにここまで根が遠いんでね、この辺なんかもうちょっと落として、こうやって今削った部分が次の鉢上げる時までにこう削った状態で固まってくるんで、なるべく小さくした方が次の鉢上げの時にすごい楽になりますね。植木屋さんなんかは結構この鉢の厚さが
厚めに取ったりするんでしょうけど、盆栽屋は最後が鉢にあげるんで、結構そこよりもそこの深さは浅めに取りますね。こうやって鉢の形を作っていきます。これでさっきはこの何もないとこからドンとこの辺までスコップ入れて、この辺りの今出てる根を切ったんですけど、さらにここからこうグッとね下の方にスコップ入れて全体の根が切れるようにします。よいしょよいしょ。これで根がそこそこ切れてたら、この木の例えばこれを前後に押したり引いたりしたらグラグラするんですけど、今びくともしなかったのでもうちょっと掘ってからもう一回また切ります。今のでグラグラしてくれたらラッキーかな思ったんですけど、そうは甘くなかったです。
とこういう道具でさらにちょっと底を掘っていきます。意外と思ったより根がおらんかったんで、ひょっとして泥がたくさんありすぎて揺れんかっただけかもしれないんで、ちょっとこれでもう一回押してみます。あ、これですね。もうこれぐらい揺れたらほぼ全部の根が切れたという証拠です。わかりましたでしょうか。こんだけこの幹の太いとこ持ってこんだけ揺れてる。もうせいぜい根が残ってても1本か2本です。もうそれぐらいだと次の鉢上げの時に切ったらええだけなので、とりあえず根回しは、根を切るという作業はこれで終わりですね。ちょっとこれビロビロしたんぐらいはきれいに取っとった方が、この泥の泥の鉢の部分というんですけど、これが崩れにくいんで、ちょっとビロビロした根の処理はしときましょう。スコップでね、荒っぽい切り方されとんをこう鋭利なハサミできれいに切ってやった方が後が根が出やすいんで、そういうこと。このちょっと他の木で出てきた根なんですけども、この太い根、前もっとビューッと長かったんですよね。それをここで多分これ2年か3年前に切ってますね。ここでね、ノコギリで。だったらこの太い根の断面からこんだけの、もうパッと見ただけで10以上あるような細い根がたくさん出てます。これが根回しの目的としとるところで、この太い根1本で鉢にあげようと思うと、この太い根に頼ってたその根からのルートですわね、それがドーンと断たれて、鉢の中ではなかなかこういういい根が出にくいんですね。それで枯れるというような、枯れやすい。でもこの畑でちゃんと根回ししたら小さい根がたくさん出てきて、少々どっかが根がやられてもたくさんあるから枯れにくいというような状況になります。なので畑から盆栽にするっていう厳しい作業でも、こういう一本の太い根が十何本の細い根に変わることによって枯れにくくなります。これが根回しの一番の目的ですよね。はい。じゃあこれで根回しこの木完了したんで、今からまた泥を戻していきます。でも今この掘った土っていうのはかなりふわふわしとんで、あんまり軽く入れてほったらかすともう隙間がたくさんできて、ここから新しい根が出にくいんですよね。だからこう土を戻すんでもこうちょっとつついてやったりとか、スコップの柄なんかでギュッギュッと押したり足で押したりして固めながら泥を戻していきます。この木たまたまね細い根ばっかだったんですけど、
さっきお見せしたような太い根があったらノコギリでねかなりしんどい思いして取らないといけなかったんですけど、これちょっと簡単な根回しではありました。比較的太い根がいなかったいうことは、さっきも言ったんですけど活着しやすい、鉢にあげても枯れにくいということになります。といけたよこっちはもうスタンバイはい、それではだいぶ土で埋めれてきたので、最後水をやっぱりこの作業の後植え替えでもそうですけど根をかなり切ると、水をちゃんとやらないといけないっていうのがあるので、ただただこの盛り上げてるだけで水がどんどんこぼれていきます。なので今掘った後の泥でこの幹の周りに土手を作っていきます。イメージで言うと火山の噴火口のような、カルデラのような感じで土手を
作っていきます。もう手ででも何でもまあまあ頑丈にしとかんと結構ねすぐ決壊するんでね、壊れちゃうんでね。まあこんなもんでちょっと踏んで。よし。でまあうちこれ水ホースが届く場所なんでまあホースでやってますけど、届かん時はまあ常温でも水溜めて何回なしやる感じで。まあ、特に注意点いうほどではないんですけど、溢れそうになったら一回水止めましょう。でまたそうですね、染み込んでいって水がなしになったらまた出すというような感じで。まあ一回これで止めてみて、ちょっとまあ待ちますわね。で少なくなったなと思ったらもう一回、もうそうですね、根回しのした後ぐらいはかなりやりすぎぐらいこの水やりやってください。まあ今日この下が結構湿ってたんですけど、何日か前に雨が降ってまあ湿ってるんで、まあ、この子だけで言うとそんなに水いらないんですけど、それでもまあ特に乾いてたりなんかしたら特によくやった方がいいですね。だから根回しは結構雨降ったちょっと後ぐらいがいいかもわからんですね。あんまりガリガリよりかは。でなおいいのはこの根回しした後にまあ天気予報で雨の予報が出てるとか、もしそんなんがあったらもう最高ですね。やっぱ切ってすぐは水が切れない方がいいので、まあこれぐらいやったらいいでしょう。でまあちょっと軽くこの土手の部分もちょっと水でね濡らして固まりやすくするように軽く濡らすぐらいはしてもいいかな。はい、まあこれぐらいですかね。はい、五葉松の畑の根回しでした。もう体力がちょっと前からもうほぼゼロですまあ、今回はこれで以上です。盆栽からしたらもったいない北谷隆一でした。ありがとうございました。